こんにちは、東京ベジライフのなつきです。今日は先日の米麹作りの様子をシェアしていきます。よく洗ったお米4合は一晩浸水させておきます。今回使っているのは5分付きの自然栽培のお米です。1日目の朝、お米をざるにあげて 1,2 時間置いて水気をしっかりと切ります。せいろにさらし布を敷き、水を切ったお米を入れます。お鍋にお湯を沸騰させて、下の段は空に、上の段にお米を入れたせいろをセット。最初の5分から10分は蓋をしないで蒸します。お米の一部が透明になってきたら蓋をして40分間強火で蒸していきます。さらし布を2枚敷いた上に蒸し上がったお米を広げ、しゃもじでお米を切るようにして温度を下げていきます。温度が45度程度まで下がったら麹菌 5g を振りかけ混ぜ合わせます。1枚目のさらし布でお米をまとめて口を縛ります。2枚目のさらし布でくるみ、発酵機の中へ。高い湿度を保つためにお皿にお水を入れて一緒に入れます。2日目の朝、お米の温度が40度程度になったら発酵機から出し、様子を確認しながらお米をほぐし、温度を均一にします。これが切り返しと呼ばれる作業です。甘いいい香りが漂っています。発酵機に戻して数時間経ってお米の温度が40度を超えたら、発酵機から出して麹蓋に移していきます。これが盛りと呼ばれる作業です。6時間程度経ってお米の温度が40度を超えたら、発酵機から出してお米の温度が40度以下になるまでお米をほぐして全体を混ぜ合わせます。数時間後に再びお米の温度が40度を超えたら同じ作業を行います。3日目の朝、お米同士が手でほぐれる程度にくっついていたら完成。とてもいい出来上がりです。早速米麹だけで作る濃縮甘酒を作ってみました。玄米麹で作った甘酒のようにびっくりするほど甘く仕上がりましたよ。アボカドとカカオパウダーをブレンダーにかけた即席チョコレートプディングに甘酒をトッピングしていただきます。塩麹、醤油麹も作りました。塩麹は普段炊飯器などでパッと作ってしまいますが、今回は少し時間をかけて常温発酵で程よい甘さの美味しい塩麹、醤油麹に仕上がりました。米麹作りは手間と時間をかかりますが、やはり麹から手作りした自家製の塩麹、醤油麹の味は格別ですね。それではまた。See you next time!